クロードに北欧風のリビングを作ってって指示したら、30分後に86個のオブジェクトが並んだものが出てきました。でも途中クロードは頼んでもいないのにレンダラを切り替えたり、露出が飛んでると言って勝手に修正を始めたり、便利なんだけど、でも同時にこの30分でクロードの月額プランの使える枠をかなり一気に持ってかれてしまいました。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。今回クロードとブレンダーを実際に使ってみて分かったのは、伝え方一つでコストも仕上がりもかなり変わるということです。例えばある一言を最初に添えるだけでクロードが余計なことを始めなくなる。逆に雑に投げるとクロードは親切心で考え続けてコストだけが膨らんでいきます。今回はクロードがブレンダーの中で実際にどう動いていたかを追いながら、どう伝えれば無駄なく欲しい結果が出るのかを具体的にお話ししていきます。これが北欧風のリビングを作っての完成シーンです。クロードはただブレンダーに命令を投げ続けているだけではありません。その命令の結果を見て自分で考えて自分で直し始めます。最初クロードはサイクルズという高品質なレンダラーでレンダリングを始めました。でも4分待っても終わらない。すると途中でこれはやりすぎでしたって言って自分で EV という軽いレンダラーに切り替え始めたんです。私は何も指示してません。でその後もレンダリングするたびに露出が飛んでる、観葉植物が枝っぽすぎると頼んでもないのに自分で直し続ける。レンダリングする、見る、直す、またレンダリングする、このループをクロードは30分の間に数回繰り返していました。別の実験でも同じことは起きてます。この3段ホールケーキを頼んだら最初に出てきたのがこれです。クロード自身も石膏ケーキ感がありますね、そりゃそうだと言ってました。でしかも面白いのがそこで終わらないんです。クリーム感が足りない、色味が薄いと自分で原因を分析してまた直し始めると。で何回かそういうことをやってるとここまで変わります。ただ直したら別のところが崩れたり、いちごの向きが逆さになってるんですけど、これクロードは自分でミスに気づくと原因まで説明して直そうとしてくれます。で完璧には直らないところもあります。でも自分で気づいて自分で直そうとするんですよね。なんか AI で作業を任せてるというよりは隣で一緒に考えている同僚に近い感覚です。ただこの考えるにはお金がかかります。後からクロードに今日の30分どうでしたかと聞いてみました。返ってきたのは、サイクルズを選んだのはやりすぎでした。4分を無駄にしました。確認ループは2回で十分でした。で自分の判断ミスを自分で見つけて次の対策まで提案してくれる。これは頼もしいかなと。でも裏を返せば迷った分、やりすぎた分だけ使える枠が減ってたということでもあります。お金を消費してるってことですね。でクロードは毎回それまでの会話を全部読み返してから次の判断をしてます。つまり後半のターンほど読み返す量が増えて1回のやり取りで使う枠が大きくなっていきます。で会話が長引けば長引くほど消費が加速していく構造です。じゃあどうすれば会話を短く済ませられるのか、具体的なコツを4つお話ししていきます。1つ目、完了条件、ゴールを最初にはっきり伝える。これが一番効きます。例えば机と椅子を作ってだと、クロードは素材は、色は、レンダリングまでやるべきと頭の中で全部推測してしまう。結果レンダリングまで走って想定以上の時間とコストをかけてしまいます。そうではなくって寸法と完了条件を明示してあげる。机は例えばもう幅80センチ、奥行き40センチ、高さ70センチ、椅子は座面30センチ四方、背もたれ40センチみたいな形に、そこで寸法通りに作ったら止めてくださいねと、レンダリングは不要ですと、ゴールを切ってあげる。
そうするとクロードはここまでが今日のお仕事ですと認識してちゃんとそこで手を止めてくれます。しかも寸法を渡すとクロードは差尺30センチは標準的な設計ですねなんて家具設計の知識まで出してきてくれました。ゴールを明確にすると迷わないだけではなくてプロとしての補完アドバイスまで返ってくるっていうのはあります。ただブレンダーにあまり詳しくない方は何をゴールに設定すればいいのかわからないと思います。そういう時は北欧風のリビングを作りたいとわからない言葉があれば全部聞いてくださいと伝えるだけで大丈夫です。最初にちょっと質問をしてくださいと。まず作り始める前にどこまでやったらいいですかってあなたが疑問に思うところを質問してもらってくださいと。そうするとクロードの方から例えばレンダラーどうしますかとか家具の雰囲気はとか確認が来ると思います。それに答えることで自然とゴールが固まっていきます。で、ゴールが固まってからゴーサインを出すっていうのがいいと思います。そして2つ目はタスクを分けて確認ポイントを挟むです。全部、リビングを全部作ってではなくて、まず部屋本体だけ、次に家具、最後にライティングと区切ります。それぞれの段階で軌道修正ができますし、気に入った状態で保存しておけば後戻りもできます。3つ目は参考画像を渡すのがいいかもしれないです。北欧風という言葉、人によって解釈がだいぶ違います。クロードの解釈と私の解釈も多分違います。ピンタレストなどで気に入った画像を1枚貼り付けて、これに近い雰囲気でって伝えると方向性のすり合わせが圧倒的に早くなります。4つ目、レンダリング設定を明示した方がいいと思います。今回クロードが一度レンダリングが重すぎてタイムアウトを起こしていました。クロードが画質を上げに行き過ぎたためかなと思います。EV で解像度この 1280×720 サンプル32で十分とか、そういう先に指定しておくとこういったやりすぎっていうのが防げると思います。この4つは要するにクロードに迷わせないっていうことに尽きるんですよ。なので迷走しないためにもちゃんと人間の方でゴールを切ってあげることがとても大事です。さて、この後はこのクロードが動いているクロードとブレンダーの仕組みと実際にじゃあクロードとブレンダーをつなげて始めるためのセットアップ、それから使う前に必ず知ってほしいことについてお話しします。このチャンネルでは 3D 生成 AI の最前線、3D プリンターの機種のレビュー、メーカーとしてのものづくりに必要な道具、そして実際のモデリングや 3D プリンターをもっと楽しむ方法まで、ものづくりにまつわる情報を発信してます。新しいツールが気になる、買う前に使い心地が知りたい、モデリングのコツを学びたい、そういう時に知りたい情報やノウハウをお届けしています。チャンネル登録をしておいていただくと、こういった情報をいち早く受け取れます。気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、さっきの4つのコツがなぜ効くのか、仕組みを知っておくと応用が効きます。クロードがやっていることは Python コードを書いてブレンダーに渡す、それだけです。ブレンダーは裏側でほとんどの操作を Python から呼び出せるようになっていて、クロードはそれを使っている。そのコードを渡す橋渡しが MCP です。体感としてはブレンダーに詳しい Python エンジニアがリモートで私の PC に入ってて30分作業してくれたというのに近いです。ではなぜ北欧風のリビングを作っての一言で30分もかかったのかと。クロードはこちらが言葉にしていない当たり前を自分で補ってます。北欧風リビング作って、この3つの言葉それぞれにクロードは大量の前提知識を読み込んで、ここまでやらないと作ったとは言えないと判断していたんですね。モデリングだけじゃなくてマテリアル、ライティング、カメラ、レンダリングまで全部やりきろうとした。だから30分かかった。これがゴールを伝えないとクロードが止まらない理由です。
最初から、メッシュだけでいい、レンダリングは不要ですって言っておけば、もっと早く終わってたと思います。さて、ここからは、じゃあちょっと実際使ってみようかなっていう人が、最初にやることを具体的にお話ししていきます。セットアップと、その後にもう一つ大事な許可の設定があります。で、5月の初めにクロードを作っているアンソロピック社がブレンダーやフュージョンというクリエイティブツールとの公式連携を発表しました。今回使っているのはその公式連携で出てきた MCP です。海外の YouTube でよく出ているブレンダー MCP はこれに先行してコミュニティで作られていた別物の方になります。今回お話ししているのはブレンダーファンデーションが公式に出している MCP の方です。やることは大きく2つです。ブレンダー側とクロード側、それぞれにセットアップが必要です。さて、まずブレンダー側です。公式の MCP アドオンのページを開いて、アドオンのファイルをブレンダーにドラッグ&ドロップするだけです。簡単でしょ？初めてアドオンを入れる方は、オンラインアクセスの許可とリポジトリの承認を求められることがあります。どちらも許可すればそのまま進めます。で、ブレンダーのバージョンは公式の対応が 4.2 以上です。ただ、私のおすすめは最新版をインストールしておくことがいいかなと思います。私の手元では 5.1.1 で動作確認しています。次にクロード側です。ブラウザ版では使えないので、クロードデスクトップアプリをインストールしてください。チャット画面の左下にあるプラスボタンからコネクターズを開いて、ブレンダーを選んでインストールする。これで接続できます。今度は許可設定のお話をしていきます。クロードにブレンダーを操作させるときにどこまで許すかっていうことを決めていきます。クロード側にはコンフィギュアという設定画面があって、クロードにブレンダーのどの操作を許可するかを一つずつ選べます。この選択肢が3つあります。許可する、実行前に確認する、許可しないです。最初は書き込み系のツールを実行前に確認しておくのがおすすめです。クロードが何かやろうとするためにこれ実行していいですかって聞いてくるので、中身を確認しながら進められます。慣れてきたら許可するに切り替えていけばいいと思います。それと、これは守っておくと安全というのが3つ。大事なファイルを開いた状態のブレンダーにつながないっていうことですね。それが書き換えられちゃったら困るっていうのはやめましょうと。あと、重要なファイルがあるフォルダから起動しない方がいいかもしれないです。そして保存は最後に自分の手で確認してからやりましょう。こういったことも気をつけておくといいかもしれないです。AI とこういったクリエイティブツールの連携の今後ってブレンダーだけの話ではないんですよね。これからというか、もうすでにいろんなソフトにこういう考えながら作業する AI、クロードが入ってきています。その時に全部任せるでも全部疑うでもなく、どこまで任せてどこから自分で判断するのか、その線引きを自分で設計できるかどうか、多分これからのものづくりにはかなり重要になってくるんじゃないでしょうか。私自身まだ毎日どこまで任せるべきなのかを探りながら使ってます。でも多分制作環境ってこれからかなり変わっていくと思ってます。今回はその入り口を一緒に覗いてみた感じに近いかもしれないですね。で、使い方の正解ってまだ出てないと思うんですよね。クロードもどんどん進化していきますし、対応するソフト側もどんどん変わっていくと思います。やっぱりその都度その都度変わっていくと思うので、そういった様子もリアルタイムに近い形でお知らせしていくことができればいいかなと思っています。気になる方はぜひチャンネル登録をしておいていただけると次回もすぐ見れると思います。もしこの動画が参考になったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。